世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本の軍事計画に韓国メディアが大騒ぎに関する話題をご紹介します。出雲型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦で、先行して建造・配備された日向型をもとに大型化し、兵装を簡素化しつつ航空運用機能や多用途性を強化した仕様になっています。この出雲に関して空母化の第一次改造が終了し、アメリカ海兵隊による戦闘機 F-35B の発着訓練を行う方針を打ち出した当時、お隣の国韓国では日本が野望を成し遂げたと大騒ぎして話題になっていました。2021年、海上自衛隊一番の大型艦艇である出雲はヘリコプター搭載護衛艦から戦闘機が離着艦できる空母に改造され、横須賀基地に帰還。といっても当時は改修工事の第一段階が終わったばかりで、本格的な運用はまだ先なのですが、中国の脅威に対抗する材料が増えたことは国内外でも喜ばれていました。この出雲の空母化というニュースに対して韓国のメディアは、日本が早ければ年内に第二次世界大戦敗戦後初の空母作戦を始める。海上自衛隊は正式な軍隊の地位を持っていないが、76年ぶりに帝国時代の海軍の威容を回復する。大型艦艇出雲は戦闘機も離着艦できる空母に改造された。そして垂直離着陸が可能な米軍 F-35B 戦闘機を投じた訓練を始めると日本メディアが伝えたのだ。日本は2000年代半ばにすでに空母確保に着手していた。隠密に空母確保を進めた結果、ついに日の目を見たのである。と伝えていました。またある軍事関係者は、最初から艦艇の骨組みである竜骨と内部空間は戦闘機が搭載できるように建造されていた。事実上、甲板だけを戦闘機が直接離着艦できる仕様に改造すれば、晴れて空母になる。ということは、すでに韓国でも取り沙汰されていたところだ。とコメント。実際に自衛隊幹部も2018年に空母への改造を念頭に置いていたと語っており、今回の改造をもって出雲は最終形態へと変化したといったところでしょう。出雲の改造が決まったのは2018年のことであり、2020年には航空誘導灯を置くなどといった一次改造をスタートさせました。出雲は戦闘機を10機以上も搭載でき、もうすぐ二次改造も行われるということです。また、空母に乗せる戦闘機の確保もすでに終えており、アメリカから F-35B を42機購入することもすでに決まっています。韓国も空母に関しては、2019年の国防計画書にて言及するなど、一定の興味を示しているようですが、結局、日本の空母化に対抗するためだけに空母を作るという国威発揚のためだけのブラフという痛い指摘を受けており、最速でも2030年代の中盤にようやく実戦に使えるといった長期計画っぷりから、なかなか現実味が乏しい雰囲気です。米中どちらかの陣営につけば最低限の航路を確保することはできますが、米中衝突が起きた日には両陣営から睨まれて、ろくな航路が確保できなくなるのは濃厚かもしれません。この出雲の空母化に関して当時、韓国では様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。日本が空母を持ったらどうなるのか、今後の動きが楽しみだね。中国や他の国が空母や戦闘機を作ってる間に、日本はガンダムを作ってたからね。確かに気になるよ。マジンガー Z に変形する空母を作ってほしいっす。私たちは今、原子力を推進し、そこに力を集中する時なの。アメリカは韓国の味方ではない。今の国際社会を考えると、空母よりも原子力やその他の兵力を強化する必要があるのよ。日本は事実上の敵国だから、日本の一発目の攻撃を防ぐためにも、韓国の軍にはもっと強くなってもらわないといけないね。韓国は科学技術が皆無なので、空母を作ることができません。こうなったら日本の軍人をお金で釣ろうぜ。日本の公務員は給料が低いらしいから、
3倍も積めば喜んで韓国に来てくれるんじゃないか。技術は開発するものではない。他国から奪うものだ。それはナイスアイデア。そうすれば手っ取り早く日本の技術をもらえるし、韓国の技術も向上するのでいいことだらけだね。空母も作ってもらおうよ。次の大統領には空母開発に前向きの人を選びましょう。日本に先を越されたままじゃ嫌だから。2030年なんて待ってられないでしょ。空母に国力をすべてつぎ込み、日本に対抗しないと手遅れになる。アメリカはあれだけ空母を持っているんだから、一隻くらい韓国にくれてもいいじゃないですか。困った時の友達が真の友達なんですから。確か日本によると空母ではなくヘリコプター護衛艦のはず。今後は日本の空母が2隻になって中国を牽制するらしいね。海上貿易を保護するために日本がレベルアップしてて僕は嬉しいよ。日本なら数年後にはさらに5隻とか作ってそうだけど、日本はものづくりが得意だし、中国の侵略を抑止するには日本に武力強化してもらうしかないよ。日本が目覚めようとしている台湾と南シナ海を奪おうとする中国の野望は阻止しなくては。日本は中国よりも優れた技術を生み出している。たとえ彼らが今戦争したとしても中国を終わりにすることができるよ。日本の肩を持つアホがまだこの国にいるのか。それに忘れてはいけない重要事項が一つある。出雲は日本のものだが、戦闘機はすべてアメリカ海軍のものということ。私は韓国の空母にも注目したい。どうもアジアは軍備競争が過熱してるみたいだから。つまり出雲はヘリ空母と純粋な空母の中間ってこと？以上が韓国の人々の反応でした。日本を意識して韓国の軍事力向上を推す人や、日本製ならいい空母なんだろうと楽観的な人まで意見は様々でしたね。今回の出雲改造はあくまで軽空母にするのが目的であり、韓国が言うような攻撃型の空母にはなり得ません。中国の軍事的な脅威に対抗するためには重空母や原子力潜水艦が必要ですが、いずれも運用までにかなりの時間を要するものなので、開戦前夜とも揶揄されている米中覇権戦争を考えると、今ある手札を強化することこそが今は最重要なのかもしれないですね。そんな日本の空母出雲ですが、2021年にアメリカ軍協力のもと発着訓練が行われました。その際、自衛隊が記した記事がありましたので、そちらをご紹介します。出雲型護衛艦は、艦艇が長期的に修理を行う定期検査の機械を活用して、F-35B の離発着を可能とするための改修を段階的に実施。そして、2021年度に出雲は、F-35B の発着艦を可能とするための部分的な改修を終了しました。改修を行った場所は、戦闘機 F-35B が発着艦する飛行甲板の耐熱塗装や標識塗装など、出雲型護衛艦を改修し、海洋上において F-35B の離発着を可能とすることは、広大な太平洋側を含む日本の海と空の守りについて、自衛隊員の安全を確保しながら、しっかりとした備えを行うために必要不可欠です。2021年10月、1回目の改修を終えた護衛艦出雲は、2機の米海兵隊 F-35B の支援を得て、海上自衛隊の艦艇として初めて F-35B の発着艦に関する検証を行いました。検証の結果、日中で平穏な天候という条件下では発着艦可能であることが確認できた状況。また、発着艦に伴う各種データの収集に加え、艦艇における F-35B の運用に関する必要な教育訓練もアメリカの支援を受けて実施しており、知見を得ることができた。アメリカの支援を受けた検証作業の実施は、日米同盟の深化及び日米の緊密な協力を示すものであるとともに、日米の相互運用性の向上に資するものであり、日米同盟の抑止力、対処力の強化につながると確信した。出雲型護衛艦は、ヘリコプター運用機能、対潜水艦作戦機能、指揮中枢機能、人員や車両の輸送機能、
医療機能などを兼ね備えた多機能な護衛艦です。これらの機能に F-35B の運用機能が加わることになりますが、戦闘機を搭載するのは有事における太平洋の防空、訓練、災害対処など必要な場合での使用だけとのこと。今後とも多機能な護衛艦として様々な事態に応じて保有する機能を十全に発揮できるよう適切に運用していくと日本は伝えています。この訓練は日本の軍事力を高めながら日米の関係をより強固なものとする機会となったようですが、実際にこれらを使用する日は来ないと願いたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。